こんにちは。明治の猪俣です。ご参加いただきありがとうございます。今日はこちらのコンビニエコバッグを、実際にですね、布から作っていくというオンラインワークショップを始めていきます。だいたいですね、時間が2時間ぐらいを予定していますので、よかったら一緒に作るところからですね、ご参加いただけたらと思います。今日は、ちょっと場所をちょっと広く取りたかったので、リビングの方で行ってまして、インスタの方と、パソコンの方と画角を変えておりますけれども、この後はもう手元の方にカメラをちょっと下げてですね、紹介していきますので、よろしくお願いします。はい。で、この YouTube ライブのいいところはですね、コメントが非常に私からもですね、見やすくて、で、多分インスタとちょっと同時にやるとですね、質問の方が拾いにくくて、で、ライブが終わった後にコメントはちょっとインスタの方は確認させていただこうかなと思っております。で、YouTube の方は目の前で文字が結構大きく見えてるので、お返事しやすいかなっていうふうに思ってますけれども、もし漏れがあったらですね、もう一度同じようなコメントを入れていただけたらと思います。はい。で、ちょっと気づいたんですけどね、さっきカメラのあれを確認していたら、多分画面がね、反転してるんですよね、YouTube の方も。で、インスタもインカメで撮ってるので、文字このままなのかな。なんかインスタの方がね、画角が全く一緒で、ちょっと今日は奇妙なことが起きております。こっちにね、これね、私右手なんだけど、今左手が動いてるように見えるでしょ、皆さん。だからちょっと気をつけながら見ていただきたいです。なんかインスタ、なんだろうね、インカメにするといつも逆なんだけど、ちょっとその辺だし、右利きなんですよ。なので、それだけちょっと気をつけてください。今、右手上げてますんでね。はい。左手でアイロンかけるような感じの風に映ってしまうので、それだけちょっとお気をつけください。見ていただけたらと思います。で、地直しからお願いしますって、途中までしか参加できないのでアーカイブ残りますか？アーカイブ残ります。あれ、YouTube 反転してないですか？あれ、本当に？じゃあ私が見えてるところがそういうことになるのか。じゃあ大丈夫かな。はい。アーカイブ、インスタも、YouTube の方もアーカイブ残りますので、あれ、インスタ反転してますか？あらら。じゃあ、見やすい方でご覧ください。はい。ということで、早速始めていきたいと思います。で、結構ね、準備早めから始めてたんですけど、なかなか私の方、いろいろバタバタしててですね、まだ地直しもやってない状態なので、もうせっかくだからここから始めようかなっていうふうに思います。で、目標は2時間で終わらせるという、2時間以内で終われば一番いいんですけど、はい、そんな感じでやろうと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。メンバーの皆様、たくさんメンバーになっていただきましてありがとうございます。メンバーの皆様はですね、文字がグリーンの文字に変わってます。で、あと、文字の横にですね、丸いマークがついてるのが、明治手作りのある暮らしの、応援団という感じでメンバーになってくださってます。ありがとうございます。で、メンバーシップに関することはですね、概要欄の方にもリンクが貼ってありますので、そちらの方をご覧いただけたらと思います。インスタもフォローありがとうございます。あと、ネイジ手芸部ということで、今回のテーマでやらせていただくんですけれども、ネイジ手芸部って何だろうっていう方にもですね、分かりやすいようにまとめページを作りました。なので、これもですね、概要欄の方に記載がございますので、そちらの方をご覧いただけたらと思います。じゃあですね、今回初の試みなので、私結構粗相するんですよ。以前もですね、インスタの方でワークショップ参加された方いらっしゃると思うんで、一緒に事故を巻き込んでしまうことがあるかもしれないので、ちょっとその辺ですね、やっぱりほどいてっていうことはないように気をつけながら今回はね、慎重にやっていきますので、なんかちょっと違うんじゃないって気づいたらですね、コメントの方で速攻をですね、突っ込んでいただけたらと思います。まだ未熟者なので、どうぞよろしくお願いします。じゃあですね、おしゃべりこの辺にして、早速始めていきましょう。はい。じゃあですね、地直しの方から始めていきます。これ嫌だな、なんかインスタってさ、縦画面になるから、
ちょっとどうしようか。インスタもインカメにすればいいのかな。インカメじゃなくて、外カメにすればいいか。ちょっとコメントね、本当に見れなくなっちゃって申し訳ないんですけど、これどうやってやるんだっけ、外カメにするときって。もういいか、わかんないからいいか。そのままやろう。ちょっと、時間もったいないからね。これ、スマホが倒れないことがいいな。で、なんだっけ、地直しの方法はですね、動画でも紹介しているんですけれども、一応ですね、一緒にやっていこうかなと思うんで、こんなにのんびりやっててね、多分ね、後半はバタバタっとしますので、はい。で、インスタは、多分2時間までしかライブがですね、アーカイブに残らないんですよ。だから2時間超えちゃう場合はですね、ちょっと1回切っちゃうかもしれないです。それだけご了承ください。で、今回はですね、こちらの DBK というアイロンを使っていきます。DBK はね、ドイツのメーカーなんですけれども、非常にね、こう重いですよ、めちゃくちゃ。こうやって持ってるけど、すっごい重たくて、プレス力があるんです、これだけでも。こんな、もうすごい重くて、これがいいなと思って買ってるんですけどね。で、霧吹きでやっていきます。性能のいいアイロンでスチームが効く場合は、そのスチームで大丈夫です。で、この生地はですね、1回水通しして試したことがあるんですけど、ほぼですね、縮みません。なので、そのままやっていただいても大丈夫です。はい、で、アイロンをかけるときは、この地の目ですね、この布の目に沿ってできるだけでやっていくといいですよ。これでね、結構この霧吹きで縮むってことよくあります。でね、同じテーブルでやってるので、画面ちょっと揺れると思うんですけど、ご了承ください。で、今回のこの生地は全部使いますのでね。はい。で、手芸部じゃない方はですね、30センチのなんか家に余っている生地があって、ちょっと使い道に困ってたのよっていう方とかもいらっしゃるかもしれないんで、そういう方は、素材はですね、シーチングとかワイシャツぐらいの厚みのものを30センチご用意いただいて、ご参加ください。30センチね、ぴったりじゃなくてもね、ちょっと短くなっても大丈夫ですよ。あと、ちょっと長くなっても大丈夫です。そういうふうにできるようにしております。で、手芸部の皆さんね、入金の期限が書かれてなかったっていうことを後からフォロワーさんに教えていただいて、お手紙は来てたんだけど、いつまでに入金すればいいのっていうのが記載がなかったから、ちょっといつ振り込めばいいのっていうふうになって、まだ振り込んでない方とかいらっしゃるかもしれないですね。で、退部されてる方もいらっしゃると思うんですけど、退部されてもね、できるだけお手持ちの記事でご参加いただくことをお勧めします。なので、記事が間に合わない方はですね、手持ちの記事でちょっとやってみるのもいいですよ。はい。じゃあ、こんな感じでですね、地直し一通り、地直しっていうかね、シワが取れたところで1回終わります。今日お天気で良かったですね。昨日ライブに参加していただいたからありがとうございました。本当に。ね。昨日ちょっとおしゃべりしちゃって、その後なんか DM いただいてありがたいことに。なんか、旦那さんとの千葉話までしちゃって、お恥ずかしい限りでございます。あ、ちょっとまだ湿ってる。もうちょっと待って。ちょっとだけ、もうちょっとだけやります。フォーク学園でのオンライン講座の場合はですね、こんな風にやってるんですよ。で、ちゃんと担当の方が横についていらっしゃるので、皆さんのメッセージとかをね、読んでくださるんですけど、で、あと、皆さんと同じ速度でやれるように、終わりましたかみたいな感じで合図やってるんですけど、このワークショップは合図ないですからね、私のリズムで全て行われます。ある程度はちょっとゆっくりしますけれども、ちょっとおしゃべりがね、多いので、できるだけ早めにピッチ上げてやっております。はい。この部屋もね、明るくていいんですけどね、日差しがね、もう冬になると結構入ってきてね、眩しい部屋ですよ、この部屋。はい、で今やってるこのテーブルはですね、以前自宅ワークショップとかをやってた時用に大きなテーブルにしたんですよ、ダイニングを。だからね、結構テーブル自体が広くて、布とか裁断する時にもよくね、ここでやってます。はい。
そうそう、あとね、もしこれ見てるだけよっていう方は、手芸部でね、やりたいアイテムとかがあったら、ちょっとコメントに残してもらえると嬉しいな。このチャットって後からリプレイでアーカイブになった時に見えるんですよ。で、それで私も見直すことができるので、今すぐ私は見れないけど、なんかメッセージ残しておいてもらえると嬉しいです。ではね、裁断いきますね。裁断は2通りやります。ロータリーカッターでやる場合と、ロータリーカッターでやる場合と、こっち遠くでやればいいか。ハサミを使う場合、両方で紹介していきます。はい。ロータリーカッターもね、昨日曲がっちゃうっていうお話いただいてたので、どうやって切っていくかね。はい。で、まっすぐ切れない方は、もう道具に頼りましょう。これ、オルファーのカット台になります。でも、まっすぐ切れない人はね、もうこれ道具に頼るしかない。もう時間の無駄なので、どんどん新しいものを購入して試していきましょう。でね、私ね、そうだ、これもう一つあるんですけど、ちょっと待って。金額が安い方で選んだのがこれなんですけど、これはなんだっけな。なんてとこのやつかな。ちょっとメーカー忘れちゃったんだけど、こんなちょっとふにゃって曲がっちゃってるの分かります？これなんかね、アイロン台をこの上で私が横着してやっちゃったら曲がっちゃったので自分のせいなんですけど、結構ね、しなりやすいのはしなりやすいのと、あと、同じところを何度も切るから、こういう太い線とか使うんですよ、よくね。だからここ、すごい溝ができるんですよ。だから結構これ消耗品でもう3枚ぐらい買っちゃってるんですけど、このオルファは高いんですけど、オルファってこのロータリーカッターがセットになってるぐらい、このマットに合わせてカッターに合わせてマットができてるから、すごくね、丈夫なんですよ、ここが。この黒い線に合わせてやって、ずっと使っててもそこまでに溝が大きくできない。で、反対にしても同じように使うことができるので、両面使うことができます。で、これをなんで2枚持ってんのっていう感じなんですけど、ちょっとやっぱ心配性なのでいろいろ使ってます。っていうかね、キルトとかを切るときって、やっぱりここにね、こびりついていっちゃうんですよ。やったことある方わかると思うんですけど、キットとかも作るので、キルト芯をやるとね、どうしてもここに入っていっちゃうので、そういう時はなんかちょっと安い方のマットを使って使い分けるようにしてます。はい。なのでね、溝がね、ないので、そんなにブレることないかなっていうふうに思ってますけどね。はい。では、早速始めていきますね。ちょっと待って。準備が。さて。その前にね、準備しておこうと思ってたんですけど、裁断図ですね。裁断図を今回、手芸部の皆様にお配りしてるんですよ。ちょっと待ってね、それをちょっと探して。いつもはね、お手紙1枚なんですけど、今回は、2枚にしました。なので、手芸部の皆様もそのまま、そのページを見ながらですね、カットして進めて大丈夫ですよ。これか。あ、違う。これだ。すっごい細かいね、ちょっと反転するか、こんな感じで、こんなちっちゃい文字で手紙を書いてます。長くなっちゃう。で、手芸部の会員証はね、こういうふうにやってるんですけど、これからは白黒にします。なんでかって、どういうふうに印刷されてるのかを、この間、写真で見せてもらったら、ほとんど色がね、自分の思った色になってなかったんで、もう次からはモノトーンでやっていこうと思います。はい、そしたらですね、これは、裁断図、今、画像を出しますけれども、どうしようか、こうやってやるか。スクショして、
ちょっと待ってね。準備がね、遅いよね。こういうところがいけないんですけど。ライブ今撮ったやつはどこに行っちゃったんだ？これか。大丈夫ですか？この辺りまで。素敵にハンドメイドに載っていた素敵なリュックも教えてほしいです。ああ、そうだよね。なんか私が作るときに一緒にワークショップやっちゃうのがいいかもね。なんか改めて動画をまた撮り直すのやっぱちょっと大変なので。はい。ということで、これ、横にならないのかな。裁断図がこんな感じになってます。必要に応じてスクショするなどしてください。こんな感じ。もうなんか動画に入れられないから、この状態で見せていくしかないね。見えてますちゃんと。あれこれ。こうか。見えてますでしょうか？大丈夫かな？これはでもね、なんでこの中央の切り替え線とかストライプの線とかっていうのが書いてあるかっていうと、この記事に合わせての手芸部の活動だからなので、生地幅ですね。生地幅はちょっと書いてないけど、生地幅は110なので、普通の一般の生地で作る場合は、この切り替えとか関係ないので、端から取っていってもらえればと思います。はい。では、この感じで私が取っていきます。じゃあ、まずですね、手芸部の皆様、同じ生地あると思うので、この切り替え部分っていう、この赤い線でね、書かれたところ、この切り替えがここになります。ここから12センチを測ります。12センチがね、だいたいストライプ23本分になります。で、マット台に置くとですね、すごくわかりやすいので、印をつけるときに便利なのはこういうペン。さらっと書けるペンを1回使っていきます。で、表を見ながら測っていきましょう。で、この切り替え、見えてるかな？この切り替え線ね。切り替え線からもうちょっとこっちにずらす。この辺だったら見えるかな。よいしょ。この辺だったら見えますかね。切り替え線から12センチなので、ここになるんですよ。12センチだとマスだとね。で、それがちょっと1、2ミリ横になってるって場合は、その手前のところで決めてください。このストライプの線で合わせます。この線。はい、で、この線の位置をこうやって自分の手元まで決めて、で、ハサミで切っていきます。これまで生地届いたまんまの状態で使ってますからね。皆さんも届いたままの状態で始めてくださいね。だから30センチよりちょっと多めに今回ね、していただいてるので、足らなくなったら困るから。だから皆さんのところに32センチとか33センチとか、そんな感じで届いてるかもしれない。で、この線の上をカットしていきます。線の上って線のこの切り替えのところ。これ間違えたらできなくなっちゃうからみんな気をつけてね。はい。本当この間裁断したけど分かりやすかった。よかった。はい。23本分だって、数えなかった。にしろやと、にしろやと、1、2、3。そうですね。23本分。この生地はプリント生地なので、多分みんなと同じだと思うね。作っていく工程がプリントだからね。印刷と同じですね。で、これで今、柄の切り替え部分、この部分がカットできたところになります。そしたらここから37センチを測っていきます。今ね、2分割されて、このストライプで37センチを測ります。はい、ストライプ先にね、やっちゃいます。わかりやすいから。10、20、30、37。これ7センチでしょ？で、10、20、30。だからここか。ちょうどね、ストライプのライン上になると思います。で、ちょっと迷ったなっていう方はですね、ちょっと、これで一回いってみようか。何本だろうって思った方はですね、残る本数をちょっとお伝えしますね。この切るところ
残る本数が2、4、6やと、2、3、13。13本残ります。はい。じゃあ、この線の上を。あれ？私切っちゃいけないのに切っちゃったのかな、もしかして。あ、またやっちゃった。切っちゃいけないところを切っちゃったのか。皆さん切っちゃいました？大丈夫？切っちゃった？なんで切っちゃったんだろう。切っちゃったかな。切っちゃったよね。これじゃあ2枚でやらなきゃいけなくなっちゃうのか。切っちゃいました？切っちゃうよね。じゃあやりましょう、切っちゃって。本当はね、このつなげてやる方法だったんだけど、もう切りましょう。じゃあ、37センチというところで、幅37センチですね。そう切っちゃいけなかったんだ。ここで折りたたんでやる予定だったの。まあいいか、切りましょう。そしたらなんか他の生地でやるときとかもね、できると思うから。はい、もうね、いきなりやっちゃいましたけど、じゃあ37センチのところでカットしていきましょう。見た目ね、変わらないから大丈夫よ。はい、じゃあいきます。本当は切らないでやりたかったけどね、まあいいや。しょうがない。はい。じゃあ切ってない方は切ってないままで進めてもらって折っていくっていうのをやっていくといいですね。本当はここがあれこういう感じになんだっけこういう風な感じで切らずに本当はやれる予定だったんだけど、もうちょっと簡単にしたかったのに、ちょっと作業工程一つ増えちゃったけど、すいません。ごめんなさい。もうこういうことが多くて申し訳ないです。そうしたらですね、37センチ。でもあれだね、まあいいか。37センチで測っていきます。本日の使用ミシンの型番知りたいです。今日はですね、家庭用ミシンで重機の EX7 になります。はい。で、次はですね、ロータリーカッターを使っていこうと思います。この、でもなんかあれだよね、切っちゃうかもね、私のこの裁断図で書いてあったら。まあ、だから、しょうがないね。まあ、こっちの方がでも作りやすいじゃ作りやすいのか。両方に脇が入るから、生地がちょっと足らないっていう時にも使えるかな。じゃあ37センチを測って、10、20、37センチを測って、ロータリーカッターでカットしていきます。次は、この線ですね。この線をカットしていきます。あ、こっちか。こうやって。今、このストライプの線をカットしたところですね。で、次はここカットしたんですね。この2回目はここをカットして、3回目はここをカットしていきます。はい。じゃあ37センチを10、20、37でカットしていきます。で、ロータリーカッターを使っていくんですけど、ロータリーカッターはこのぐらい定規のこの厚みがある方が、この刃が滑りにくくなりますので、薄い定規だと乗っかっちゃうんですよ、この刃が。そうすると、この刃がダメになっちゃって、すぐ切れ味が悪くなっちゃうので、そのまま、こうやってスーってできるように厚みのある定規を選ぶのがおすすめです。はい。では30。ごめんなさいね、切っちゃった。でもね、出来上がりは同じだから大丈夫。で、切ってない方は、そのままそこで折りたためば1個の工程が減るかな。はい。端から30。あ、まだ切ってない？じゃあ切ってない方は、ここで折るってことなんで、赤はね、折っちゃいけない線だ。折っちゃない、切っちゃいけない線で、この白い線だけ切っていきます。なんかそういうの書いとけばよかったね。これ切り替え線からここで本当は2つで折っていくっていうやり方なので、はい。はい。そう、37は37。変わらないです。出来上がりも変わらないから。切ってない方は、さっきのストライプの線で折るっていう風にしてみてください。
で、普通の生地で作ってる、この生地以外で作ってる人はもう関係ないです。この線とかも何も関係ないです。はい。あとであれだね、裁断図、コミュニティの方に載せとこうかな。10、20、37。で、37センチのところでカットしていきます。で、このカット台があると、ちょっと見えるかな。カット台があるとね、ちょっとこれ以上下げるとバタンっていきそうな気がするんだけど。見える？おお、下がるね、やっぱり。ちょっと見えにくいかもしれない。こっち動かすか。こうカット台があるとね、こうやってマスが見えるので、マスに合わせて定規をこうピタッと線に揃えるんですよ。こんな風に。ちょっとこっちに行けば見えるかな。こんな風に合わせて、はい。で、定規で合わせたら、ロータリーカッターでカットしていきます。なんか、ダメだね、やっぱり。ちゃんと練習しないと。これ大丈夫よね。10、20、37センチ。はい。サイズは変わらないからね、大丈夫ですよ。みんな心配になるよね、私が。と思うとね。こんなオンライン講座でこんなことやったらさ、もう誰も生徒さんついてきてくれなくなる。ほら、だってこういうふうになんで切らなくてもいいかっていうと、別につながってるから、こう切る必要ないんですよね。そうそう。でもね、まあいいや。こういうやり方もあるので、こういうふうにしていきます。じゃあ次ね。次は、持ち手をカットしていきます。持ち手はですね、ちょっと上げます。持ち手は、この部分になるので、14センチを2本作っていきます。こっちやればいいか。14センチ2本は、この花柄で続きからカットしていきます。はい、じゃあ14センチ。ハサミの方はね、ロータリーカッターより時間かかっちゃうと思うので、早めに進めていただいて大丈夫ですよ。で、線を引くときはですね、今回はもう上から分かりやすいようにやっちゃいますけど、本来は裏に線を引いていきます。じゃあ線引きます。線引くときは裏からやすうか。14センチのところに定規を当てて、で、線を描くときはですね、こういう布のときは、線を描くときはペンよりはこういうシャーペンタイプのもの、これもソーラインさんのシャーペンなんですけど、チャコペンタイプなので、お洗濯すると鉛筆みたいに描けるけど落ちます。これ私が一番気に入ってるのは、そういうとこ、なんか、シャーペンみたいに、鉛筆みたいな色で描けるんですよ、こうやってくっきりと。で、綺麗な細い線が描けるでしょ。これが気に入ってて、ペンとかでやるとそれが太くなっちゃうので、できるだけ細いペンでやるようにしてます。で、こういうふうにやったらハサミで切っていきますね。じゃあ1本はハサミで切ります。はい。で、ハサミはですね、切るときにこういうマットのところに必ず刃先の下をしっかりと当てながら切っていきます。大丈夫、私の失敗でみんな視聴者さんが減ったらちょっと大変。やだね、もう本当に。でも私もう一回ね、動画上げようかなってちょっと思ってます。大きいバージョン。この生地はね、可愛いからちっちゃい方が可愛いんだけど、ちょっとサイズ違いも紹介できたらいいなと思うので、その時にじゃあ1枚でやる方法を紹介すればいいか。そうしましょう。ね。はい。はい、じゃあ1枚切れましたと。じゃあロータリーカッターでもう1回切っていきます。ロータリーカッターはね、柄をね、上向きにして見ながら切ることができるから、私はもう最近こうやって切ること増えましたけどね、ハサミで切るとどうしてもね、この断面がこうガシガシってなってっちゃうんで、ロータリーカッターの方はね、綺麗に切れる。ちょっと曲がってきてね。はい。そうすると、こういうふうに布耳が残ります。今回はこれは使わないというか、残りの生地になります。はい、もう全部使ってきちゃう。で、こういうふうに切りっぱなしの状態になっているので、こういうふうになってます。これをこれから切り揃えていくような感じです。で、はい、次、ストライプやっていきます。ストライプはですね、4センチ使います。これはですね、バッグのループになります。この部分を使っていきます。でストライプは4センチ、8本分ってなってるね。
2、4、6、4。これはロータリーカッターじゃなくて、ハサミを使います。どうしてもね、2、4、6、4。どうしてもロータリーカッターだと曲がってしまったりね、しますので。でプリントだから歪んでるかなと思いきや、この生地すごい綺麗にまっすぐになってますね。はい。じゃあこんな感じで。はい。これが今回の残りの耳になります。で、そしたらですね、こう切り落とした後に、こうまだちょっと曲がってるじゃないですか。この部分をきれいに整えていきます。これ両端ね、長さとかも特に決まってないんで、ある分そのまま使っていきます。で、切り方は、このマス使っちゃうからあれだけど、マスがない人はこういう定規もね、透明なこのマス付きの定規をおすすめします。こうやって置いて、まっすぐに整えていきます。これは特に長さ決めてないから、まっすぐになってればもう大丈夫。はい。で、続いてですね、この持ち手ですね。持ち手はまだこうやって曲がってるじゃないですか。で、両方とも曲がってるので、一番長く取れるサイズを見つけて切っていきます。まず端っこのところで、これ大体ですね、今、10、20、30、今35センチぐらいありますね、私のやつ。で、皆さん何センチで届いてるんだろう。一番長く取れるところでカットしていきましょう。で、33センチに合わせていこうかな。33センチだから、ここのマスに合わせてカットします。これはね、2枚とも同じサイズで揃えてください。どっちかが長いとかになっちゃうと、持ち手の長さが変わってきちゃうので。よし。はい、33センチでカットしてます。もし33センチなかったら32センチとか、一番長く取れる寸法、届いた生地で一番長く取れる寸法で進めてください。で、こんな感じで2枚が、これ持ち手ですね。持ち手とループができたところ。はい、そしてさっきの本体ですね。本体を2分割もしてますので、こう中表に合わせたときに、これもですね、同じように長さ揃えていきましょうか。そしたら、本当は途中でやろうと思ったんだけど、これもやっといた方がいいかもしれない。そしたら、本体の方も線を引いて、一番長く取れる寸法で取っていきましょう。私のやつはですね、なんか35センチになってるんだよね。皆さんどうですか？何センチぐらい皆さん取れてる？これ手で動かすと手が真正面になる。ごめんなさいね、さっきから。皆さん何センチだろう？この本体の長さ、何センチぐらいで届いてますか？ちょっと上に上げちゃっていい？今ね、インスタご視聴いただいている方はですね、YouTube と同時配信でやってますので、コメントがね、ちょっと拾いにくくなっちゃってるんで、YouTube もしご覧いただけるようでしたら、YouTube で大きい画面でライブをご参加いただけたらと思います。はい。ほとんどの方が多分ね、YouTube ご覧になってる。33センチ弱。じゃあ皆さんと同じサイズにします。33センチ弱ってことは33センチないってことですよね。32.5。31から32センチ。じゃあ、31センチから32センチの方は31センチで取りましょう。32.5 の方は32で取れるかな。33センチ弱ぐらいの方は32センチにしましょう。じゃあ、私も32センチにしていきます。多分ね、手作業でカットされてるんで、少しずつね、皆さんのサイズ
若干変わると思うんで、あと斜めにカットされてたりとかもすると思うので、一番短いところに合わせてみてください。はい。それをね、2枚ともやっていきましょう。はい。それで、マスがないとか、ごめんなさいね。ちょっと待って。さっきから。マスがなくて、直線を引きにくい場合はですね、ちょっともう一回線引くところからやっていくと、今まっすぐにこう綺麗なまっすぐな線が切れてますよね。ストライプから言うと。そしたらこのマス付きの定規があるっていうのは条件になっちゃうんですけど、このマス付きの定規のこの黒い太い線に合わせて布端を合わせていきます。これさ、裁断だけで1時間かかっちゃうね。ちょっと私のペースだと時間がいくらあっても足んないかも。はい、これで今ロータリーカッターでやっちゃったけど、それをこう定規でこうやって線を引いてハサミで切るというような感じになります。それをね、必ず自分のこっちやったらこっちっていう風にやらないで、必ず右利きだったら右側に合わせてやるようにするっていう風にするといいですよ。で、本当まっすぐ切れない人はこういうカット台、このマスがついているものを購入されることをお勧めします。効率がいいです。33センチ、33センチでじゃあやっていきます。さて。こんな感じで。これで33センチ取れたところですね。で、もう1枚も33センチ。まだ1時間経ってないよね。今36分、40分ぐらいか。結構時間かかってるね。ちょっとここからピッチ上げていきましょう。はい、33センチ。早いでしょ？カッターでやると。こんだけね、効率が上がりますのでね。趣味でやられてる方も多くいらっしゃると思うんですけど、その分ね、道具増えちゃうけど、仕上がりをきれいにしようと思ったら、道具は揃えていった方がいいかなって思います。はい。じゃあこれで2枚できたところですね。はい。そしたら、ちょっと今日アイロンかけていこうかなと思います。なので、終わった方はアイロン準備してください。アイロンかけて、あとはもう一気に縫っていくっていう作業ですね。やっていきます。で、アイロン定規がある方は、アイロン定規ご用意いただけたらと思います。私もちょっとはい、じゃあ、アイロンやっていきましょう。アイロンはね、中温でお願いします。あと、なんだっけ、タグも使うんだよね。タグは何の時に使うか。どうでしょう？皆さん追いついてます？大丈夫かな？ちょっと待って。配信ありがとうございます。物を置くとき、いつもより優しくお願いします。耳が痛いです。どうもすいません。失礼いたしました。あれかな、定規とかガチャガチャやっちゃうからね。すいません。気をつけます。ありがとうございます。はい。33センチ、32.5センチ。皆さんどうですか？裁断終わりました？大丈夫かな？裁断図はね、さっきね、ライブ中にさっきね、画面の方を見させていただきましたので、
ライブ、これってどうなんだろう、その前に戻ったりとかできるのかな。それをちょっと見ていただくような感じになります。あと、コミュニティの方で裁断図載せるかな。そのつもりです。はい、じゃあアイロンかけていっちゃいます。はい。はい。ちょっとうるさい、音うるさいよって思ったら、声かけてくださいね。私すぐ忘れてまたガシャンってやっちゃうかもしれない。どんどん言ってください。はい。で、そしたらアイロンかけていきますね。アイロンはこのアイロン定規を使っていきます。これクロバーさんから出てるものなんですけど、アイロン定規がない場合は厚紙とかで使うことができます。はい。じゃあそれをまずですね、この持ち手からやっていきますね。持ち手は1.5センチで最初に折っていきましょう。1.5センチ。このアイロン定規があると、そのままもうすぐ折っていくことができるので、おすすめです。はい。ライブ配信、そうだよね。ちょっと気をつけないとね。いろんなこと。編集するときは、音量とかね、調整できるんだけどね。勉強になりますわ。はい。そしたら、両側をですね、1.5センチで折っていきます。大丈夫ですか？皆さんついてこれてます？皆さんスマホで多分ね、ご覧いただいてると思うんでね。で、前回の配信の時に、ウェブカメラ、今回もウェブカメラを使ってるんですけど、ウェブカメラがですね、前回のパソコンがちょっと古い方だったんで、映像がちょっと荒かったんですよ。で、今回はパソコンを変えているので、もうちょっと前回よりは綺麗な映像が残るかなと思ってます。はい。はい。では、今1.5センチで折れたところで、しっかりと折り目をこの後もつけていきます。これ、アイロンない方はコロコロオープナーとかで代用してください。ちょっとね、アイロンやるとね、どうしても画面がグラグラってしますけど、申し訳ないですね。はい。はい。で、ここまでできたらですね、今度はこの2つ折りにしたところをちょっと広げていただいて、この折り目に合わせて、さらに2つ折りにしていきます。そうするとね、だいたい 7.5 ミリか。7.5 ミリの2つ折りみたいな感じになってくるのかな。どうしても揺れちゃうね。ちょっとこれ工夫しないといけないな。よし。はい、今インスタご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、YouTube と同時のライブ配信を行っております。なので、ワークショップなので、YouTube の方が画面見やすいかなと思うのと、アングルがね、ちょっと変わってきますので、この後、縫っていくときは、手元のアングルはインスタの方が見やすいのかなっていうふうに思います。どちらか、一つのスマホでご覧になっている方はね、どちらか好きな方でご視聴いただけたらと思います。で、今日は前回お知らせいただいたんで、多分広告入ってないと思うんですけど、大丈夫そうですか？今日は広告オフにしてあるので、多分途中で広告が入ることはないようにしてますけれども、なんかもし入ってるよってなってたら、また教えてくださいね。前回全然気がつかなかった。
はい。あ、声聞こえてますよね。まあ、当たり前だけど。そういえば確認するの忘れてた。はい、じゃあこれで両方ですね。はい。両方が縫い終えたところになります。よし。縫い終えたじゃない。アイロンでね、終えたところになります。で、この後、このループの方も四つ折りにしていきます。どんどん先行きますね。皆さん頑張ってついてきてください。まず、こう持ち手と同じなんですけど、四つ折りにしていきます。まず二つ折りにして、アイロンで折り目をつけますね。はい。そうしたら、この折り目に合わせて、中央で合わせていきます。あ、出かけていたので帰ってきました。お帰りなさい。はい。中央でこう2つ折りにしていきます。よし。で、四つ折りのこういうループができていきます。こんな風に。端っこもそのままに、とりあえずね、今はね、端っこそのままにしておきます。はい。あ、私、なんか余熱でやってた。よいしょ。はい。では、今、アイロンでここまでできたところです。では、早速、ミシンに移っていきます。2枚ね。2枚と、この持ち手が2つ、ループが1本とタブという感じで準備が始まります。はい。ハサミとかはもういらないか。ハサミはいらない。目打ちと。もしかしたら目打ちとかちょっとガチャンって音がうるさくなっちゃうかもしれないので、もしその時は耳塞いでください。すみません。どうしてもね、目の前でやると響いちゃうからね。はい。よはい、では、ちょっとカメラ動かします。インスタの方。こんな感じで。で、この YouTube の方ですね。カメラを動かします。こんな感じでどうですかね。見えますかね。これでいきたいと思います。よいしょ。インスタはこの辺りの方がいいのかな。この辺にしておきましょうか。ちょっと音うるさいかもね。そしたら、音量ちょっと、ご自身の音量ちょっと下げてみてね。ミシン結構うるさいですからね。目の前にありますので、カメラ。なので、ちょっと音量下げた方がいいかもしれない。ほんと結構ミシン、家庭用ミシンなんでうるさいです。糸切りとかも使うので、糸切りいつも編集の時オフにしてる、オフっていうかね、切っちゃってるんですよ、編集で。うるさいから。なので、ミシンやってる時は音量下げてください。音量下げた方がいいと思う。結構音がね、しますね。じゃあまず試し縫いから始めていきたいと思います。試し縫いはね、お手持ちの生地でやられていいですよ。で、試し縫いするときは、こういう生地2枚重ねた状態でやっていきましょう。1枚で試し縫いはしないようにね、してください。で、まず押さえ上げて、針を刺してから縫います。
で、縫い目の長さは 2.4 で、針はですね、11番でいいんですけど、心配だったら14番で、厚みのあるとこ縫いますので、ちょっとミシンの馬力が少ないなって思ったら14番で進めてください。自動糸切り使いますからね。ここ結構うるさいですよ。気をつけて。うるさくないですか？ちょっと自動糸切りだけね、結構音がすごいする。で、裏表を見て、糸調子をお願いします。もうだんだんね、あれなんだよね。上糸を少し強くした方が調子よくなってきてるんだよね。私のミシンで、今回、糸はですね、ミシンの糸は、普通地用の糸で、白糸でやっていきます。この、手芸部のね、手芸部の作るやつはですよ。はい。はい。では、まず早速ですね、持ち手からやっていきますので、持ち手をやるときはですね、この押さえを変えていきます。これまで動画でよく紹介してるんですけど、またここに入ってない。はい。このね、立ち目かがり押さえって使ったことあります？こういうやつ。こうやって、このエッジがあるので、これをちょっと使って、縫っていきます。で、縫うときにですね、このエッジの部分が、こうやって、こんな感じで、このエッジが、なんだ、重なりのところを、越えていかないような感じの役割になってるんですよ、こういう風に。なので、こういうちょっと押さえパーツを生かして使っていきます。で、待ち針ね、刺していかないと、あれだから刺していきますけど、で、待ち針の刺し方もですね、紹介しますとですね、押さえをちょっと先に書いちゃいます。待ち針はそういう意味で、自分が手前から待ち針が抜けるように、玉を自分が抜ける方向に止めていきます。なので、これだと下からこんな感じで止めていくようになる。縫う方向がこういうことですね。で、下からピッピッて抜きやすくなるように待ち針を止めていきます。まず最初はこの縫い始めのところの待ち針と、あとは真ん中辺と、最後ぐらいでいいんじゃないかなと思います。この生地、シーチングなので、結構折り目しっかりついてますから、そんなにたくさん待ち針やらなくても大丈夫です。なので、なんていうんだろう、進行方向を意識して待ち針止めていくような感じです。なのでね、ちょっとこんな感じで止めていきましょう。で、これを2本繰り返してやっていきます。こんな感じ。はい。で、さっき紹介したように、このエッジの部分を乗り越えないようにやりますので、じゃあ縫い始めですね。いきますね。縫い始めは1センチほど先に針を下ろします。まずね。針を下ろして、で、この押さえがない場合、自分が縫いたい場所に針を刺してください。縫いたい場所って縫う場所ですね。際を縫うので、最初に縫う場所にまずミシンを針を刺して押さえを下げるというふうに進めてください。で、最後に待ち針を抜きます。で、返し縫いからスタートしていきます。これ見えてます？大丈夫かな？ YouTube ちょっと見えにくいかもしれないですけどね。ちょっと見ててください。で、返し縫いはこの布から針が落ちるところまでできるだけ際までいけるといいです。はい、結構コワゴワ手前で終わっちゃう方いらっしゃるんですけど、できるだけギリギリまでいきましょう。はい、で、やっていきます。
皆さん大丈夫ですか？追いついてます？なんかメンバー様用にちょっとスタンプ1分くらい作ろうかな。このワークショップとか、聞こえてるっていう時に文字じゃなくて、そのスタンプ押せばいいっていうだけのやつ作ってみようかな。でもグッドボタンがあるからね。グッドボタン。そう、皆さんグッドボタン押してくださいね。この今グッドボタンないけど、見たよ、見てるよの合図にグッドボタンですね。このグーのボタンを。高評価のボタンなんですけど、高評価じゃなくても応援してるようなメッセージになりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、で1本縫い終えたところです。なんか糸がずれてるな今日。なんだろう。ちょっとこれは気に入らないのね。なんだろうな。今日はすみません、糸調子。さっき試し縫いしたときは大丈夫だったんだけど、ちょっと。縫い終わったよっていう方がもしいらっしゃったら、それだけちょっと合図だけもらえると嬉しいです。ちょっと待って、試し縫いもう一回しよう。さて、なんか糸がずれている。上糸が強すぎた。じゃあこれ。でもこのよグッドボタンありがとうございます。私に目に見える形で応援の合図が入りますのでありがたいです。皆様もよかったら合図を。私が見えるのこのグッドボタンぐらいしかないからね。コメントもすごくありがたく拝見しております。グッドボタン忘れてました。もう忘れないで。忘れないで、なんて。ありがとうございます。そう、なんか前回のライブ配信の際に皆さんにね、お話ししたんですけど、このグッドボタンの意味がやっぱり見てるっていうか、その高評価っていう意味、この動画の評価の意味だけじゃなくて、その見てる人がちゃんといますっていうサインになるんだって。その再生数が異常に上がってるのとかもあるじゃないですか。それに伴って高評価が少ないと、見てる人はいないっていうことに判断されちゃうんですよ、YouTube 側に。なんでかっていうと、結局リアクションがないとコメントが入ってないとかね、再生数だけがすごい、例えば何万とかなってても、コメントが2つとかしかなかったり、高評価が100以下だったりとかすると、それは何でかっていうと、例えば今 Google とかも検索で動画の検索がヒットするようになってるんで、そういう人たちがちょっとだけ見るんですよ。でそのちょっとだけ見ると、それだけで再生数、何秒かってあると思うんですけど、それで再生数が決まるんですけど、そういうところで評価が決まっちゃうので、そういう意味合いもあるんですけど、例えばそこで高評価の数が多いと、そこで見てる人が実際にいるっていうふうに AI が判断してくれるので、皆様にお願いしているところです。お願いしてグッドボタンをいただいております。ありがとうございます。はい、ちょっとさっき糸調子悪かったので、もう一回ちょっとやり直しますけど、ね、仕上がり、いくらワークショップだからとはいえ。でも防具学園でやるときはね、そんな糸調子悪くないんだよね。たまになんかミシンが故障じゃないけど、ちょっと不具合っていうときはあるんだけど。なんかね、なんだろう、今日、糸がちょっと気にないな。まあいいか。こっちも弱くなるね。してみるかな。自動糸調子ってミシンについてますけどね、自分で調整するんですからね、皆さん気をつけてくださいね。上糸が基準になってますから。だから下糸が強いときは上糸強くするとかね。はい。はい、じゃあ縫い終わりで糸を切ります。大丈夫かな？これでなんとかいける。で、縫い終わったらですね、皆さん、この糸出てるじゃないですか。これ、よく生徒さんとかでもいるんだけど、縛ったりとかする人がいるんですよ。で、縛る方結構いらっしゃると思うんだけど、返し縫いをしっかりしてあれば、縛る必要ないので、こうやって残して、全部残ってる時もあるんですけど、それが糸絡みの原因になったりとかするので、できるだけね、もう縫ったら切る、縫ったら切る、縫ったら切る。
っていうふうに決めておくといいですよ。なんかすっきりさせとかないと、そこで引っかかってきちゃいますので、気をつけてくださいね。はい。では、私はようやく2本目なんですけど、それでいきます。返し縫いは必ず端までっていうのを覚えておいてくださいね。めくれてきちゃうからね、合わせるときに。でも私、いつ覚えたんだろう、この縫い方って。全然思い出せない。返し縫いとか言葉知らないときからミシンしてるので。どうやって自分が覚えてきたのか本当に思い出せない。はい、でもね、両手使えるといいですよ。今、目打ち使ってないけど、こんな感じで。最後までね、縫えるからね。家庭用ミシンって最後、この送り場で結構ギュギュギュってめくれてきちゃうのがちょっと嫌ですね。はい、4箇所縫い終わりました。早いね。すごい。じゃあ私、もうちょっと頑張りますね。で、今やっと1時間ぐらいか。この調子だったら大丈夫だとは思うんだけど、一応ね、3時までってしてるからね。1時間では終わらないよね、さすがに。1時間で終わる場合は、裁断済みからだね。裁断済みからやればよかったね。そしたら、絶対間違いなかったのにな。もう今更あれだけど。でも、練習にはなるからね。いいよね。今日はね、袋縫いというやり方をやっていきます。なんか久しぶりだな、家庭用ミシンでここでこうやってるの。お時間ある方ね、次こういう YouTube でこういう動画をやってほしいなっていうのがあったら、それをコメントに残しててください。後で読みます。もう縫い終わりました。あやねさん、ありがとうございます。そうそう。早いね。でもね、先走ってこれまだ縫わないでね。これちょっとやり方がね、ちょっと違うやり方、やりますんで。オンライン講座参加されたことがある人は、防具学園のね、覚えてるかなとは思うけど、ちょっと違うやり方で、片側だけやっていく予定なので、先にやっちゃうとさ、ほどかなきゃいけなくなっちゃう。ね。気をつけてください。じゃちょっと目打ち使ってみましょう。目打ちはね、指先の代わりになるので、この自分が縫う手前のところをこう、押さえていくような感じになります。で、目打ちがなかったりとかしたら、こういうハサミとかのこの刃先とかを生かしてこうやってやることもできる。でも危ないけどね、私はだから目打ちの方がおすすめです。この際のところまでこうやって目打ちで押さえながらこうやってやれるんですよ。針で踏まないように気をつけないといけないけど。はい。じゃあこれで縫い終えたところですね。はい。ありがとうございます。一緒に参加してくれると嬉しいね、やっぱり。はい、じゃあこれで2枚が終わったところですね。じゃあ持ち手のこのループをやっていきます。ループもさっきと同じように待ち針を止めていってください。ただこの端っこだけちょっと残しておいて、6センチぐらい残して止めていきます。このぐらい。このぐらいは残した状態。このぐらい残した状態で待ち針止めていってください。自分の手前に、自分の前に玉が来るように。玉を抜きやすいように止めていきます。片側だけ6センチ開けて、縫い終わりの方は最後まで待ち針止めちゃって大丈夫です。はい、じゃあ止め終わったところでですね、この端っこだけ、これからね、今このループをやっていくんですけど、端っこのこの部分だけきれいに
閉じてあるの分かりますよね。これをちょっとやっていきます。このやり方ですね。はい。そしたら一回このループをちょっとめくっていただいて裏にしていきます。こんな感じにして、どうだったっけな。こんな風にちょっと見えるかな。こうやってなっていたのを反対返しにちょっと W に変えます。W。W に変えたら、どっちでもいいんですけど、こんな風にしてほしいんです。こうやって。1本だけちょっとめくり上げる感じ。めくるっていうのかな。こういう風にする。ちょっとこれで。こう見えます？わかるかな？こんな風。見えますか？大丈夫？こういう状態にして、この部分を、これね、1センチ、できればですね、12ミリぐらいで縫ってほしい感じ、細かく言うとね。分かんなかったら1センチでいいんですけど、12ミリぐらいでまず縫います。いっか、このままでやっちゃうか。今、立ち目かがり押さえが入ってるんですけど、ちょっと縫いやすいように変えてみてください。で、これをですね、だいたい12ミリのところ、これもね、必ず返し縫いしますよ。ちょっと前に進んで返し縫いするとね、ダメだ。ちょっとやっぱり、これだと縫いにくいな。もういいか、やっちゃおう。はい。で、ここしっかり返し縫いしておきます。そうすると、こんな感じ。ちょっと糸が外れてきちゃうね。こんな感じで、ちょっと細かい作業なんですけど、こんな感じで縫えたと思います。そしたらこれを一回めくるんですね、こうやって。一回こう、2つ折りにしたら、この角がこうやって出てくるようにめくってみてください。で、その時に目打ちを使っていきます。これをね、しっかりと折り目でギュギュギュッとこう爪の先でギュギュギュってやってから、クッと出すと、こうやって綺麗に出てきますので、これを目打ちでしっかり整えていく。よし。で、こうやって角が綺麗に出たら、この部分を内側に入れていくんですけど、このまま入れると多分ちょっとふにゃってなるんですよ、この部分が。だから、このはみ出てるこの部分ですね。これ見えてる？この部分を斜めにカットしておきます。ちょっと斜めにカットする感じ。ちょっと余分な布をどかしておくような感じで斜めにカットします。あんまり上からやっちゃうとちょっとまずいんで、この辺から。こんなぐらいでいいか。ちょっとゴワゴワするところを省いてるような感じです。見えます？大丈夫かな？で、そしたらもう、この今縫ってきたところのこの部分に見えるかな？こんな感じになってますよね。こうやってなってるのをこの中に入れます。こうやって。で、そしたら整えていってください。で、それをね、目打ちとかこう細いもので、こうやってやっていくと綺麗に整ってきます。ちょっとシャーペンの先とかだと、あんまり綺麗にいかないかもしれない。目打ちとか使うといいかなと思います。目打ちとかね、あとね、リッパーとかも使えるかもしれない、代用して。ただ、布切らないように気をつけてね。あとは待ち針とか、ハサミとか。
なんかここのやり方っていろいろあるので、ちょっとやりやすい方法と、綺麗に一発で決まる方法と、試していただけたらと思います。そうすると、このちょっと映像だけだと伝わりにくいかもしれないけど、この角の部分のちょっとごわつきっていうんですか、が少し減ってるかなと思うんですけど、どうでしょうか。ちょっとピョって出てきちゃった。これ、もうちょっと斜めに。はい、じゃあこんな感じでできたところで、際を縫っていきます。で、際を縫うときは、この立ち目かがり押さえを使うとですね、方向が、この縫い始めがここになってきます。この切りっぱなしの方からやって、その縫い終わりがこの、この今畳んだところになるようにして縫っていきましょう。そうすると、縫い終わりの方が返し縫いきれいに決まりますので、そういう風にしていきます。で、まっすぐに折り返さなくていいかなと思うんですよね。このまま、これ見ればいいか。このまんまですね、こういう風に折り返さずに、このままここだけで1本だけ、このインスタ、こっち、YouTube のこっちですね。片側のみで、ここのところは横は縫わなくていい感じです。はい、では縫っていきましょう。で、厚みがあるところから縫うの難しいからね。はい、じゃあちょっと玉を付け替えて、待ち針刺し直さないといけない。はい、では、縫っていきましょう。で、これも1センチほど先に針を刺して、返し縫いからスタートします。で、上糸ね、ちょっと引っ張っておくといいですよ。クシュクシュってなりにくくなります。これはね、細いから目打ち使うといいですね。皆さん、目打ち使われてますか？手元のスイッチだとね、なかなか使う機会ないかもしれない。忙しくなっちゃうもんね、手がね。私もね、フットコントローラーなしでずっとやってたんですよ、実は。手元のボタンだけでずっとやってたんだけど。ミシンを買い替えたのを機に、フットコントローラーを使うようになったのね。はい、では、縫い終わりまでいっちゃいます。細い細い。で、ここで返し縫い。はい。はい、じゃあこんな感じで縫い終えたところです。こんな感じで縫い終わりました。じゃあここからですね、本体の方、早速やっていきましょう。これでもうパーツがね、もう揃ってますので、次はもうやることが同じような感じなんですけど、はい、じゃあ仕上がりを見てですね、脇にこのタブをつけるので、まず脇にタブを最初につけちゃいます。このつけるタブの位置はですね、何センチだ
8センチぐらいかな、下。8センチ下ぐらいにつけていきましょう。花柄の方につけますので、生地方向ね、気をつけて。で、ミシンの押さえは直線縫い用に戻しておきます。はい、そうしたら8センチのところ、1回ちょっと印をつけます。これね、ちょっとずらします。こうやって見えないか。ちょっとインスタごめんなさいね、ちょっと切れちゃってるけど、これ以上ね、カメラを下げるとね、バタンって倒れちゃうんで、ごめんなさいね。あと、また上に向けてやりますので、そうか、じゃあミシンのままでいいか。で、上から8センチに印をつけて、で、タブがある方は脇タブ使っていきます。脇タブ2つ折りにして、手芸部の方は2つ折りにしてください。で、反対面にします。これが表になりますので、これを花柄の方に重ねます。で、重ねたらですね、よいしょ。これでも、今回は一緒にやっちゃってるかな。ちょっと飛び出る量が多くなっちゃうんですけど、1.5。このままいっちゃおうかな。ちょっと長くなりますけどね、このままいきましょうか。少し出る距離がこんな感じ、ちょっとビヨーンってなるんですけど、なんか今回はこのままいきましょう。切り落とさずに。で、この8センチ下のところに仮止めしていきます。仮止めはで端から5ミリのところを縫っていきます。でタブのところに最初に針を刺して、返し縫いからスタートしましょう。これね、仮止めなんですけど、返し縫いちゃんと入れてください。はい。じゃあ、余分な糸また切っておきます。はい、そしたらですね、本体重ねていくんですけど、この時に皆さん気をつけていただきたいのがですね、私今ね、もう移動できないんで、このままミシンの上でやってますけど、皆さん平らなこういう場所でね、やってくださいね。外表というやり方をしていきます。いつもは中表に重ねるじゃないですか。そうじゃなくて、今回袋縫いで1枚で仕立てていきますので、外表というふうにします。でタブはね、こういう感じで仮止まってます。はい、で、まず本体同士を重ねていきます。で、待ち針で留めてください。で、待ち針留めるときはですね、この両端をまず留めます。この両端ね。両端を留めて、間という感じにして留めていってください。で、これ両側をやっていきますので、両側留めていきます。で、必ず上から縫うので、面を変えて待ち針を留めてください。はい、そしたら、端から5ミリを縫っていきます。5ミリじゃない、なんか分かりやすいように、ちょっと、ミシンの押さえを活用しようかな。ミシンの押さえ活用していきましょう。分かりやすいように。押さえの、この家庭用ミシンの方はですね、この押さえの端を生かしていきます。そうすると、こうやって縫えていくと思います。こんな風にして。こうやってやればいいか。こんな風に、押さえのこの端をこうやって合わせていくと、だいたい7、8ミリで縫えます。なので、その
風にやれば5ミリとかね、難しい風にやらなくて済むので、それでいきましょうか。はい。で、それをね、両側やっていきます。で、1センチ先に針を下ろして、返し縫いからスタートしましょう。全部同じ工程で進めます。細かいね、ミリ設定あるんだけど、これやってたら終わらなくなっちゃう。で、このタブがあるところは返し縫いしましょう。ちょっとだけ返し縫いしておきます。もう一回ね、縫うからね、そんなに細かくやらなくても大丈夫です。はい、じゃあ今縫えたところです。結構ね、縫い目の長さが細かいので、ちょっと縫い目の長さをこれから見えてくる場所を縫いますので、上げていきます。細かく設定できる方は 2.8 とかがいいんですけど、できない方は 3.0 まで上げておいてください。この縫った後で大丈夫です。はい、では反対側も面を変えてですね、必ず、袋入り口の方ですね。入り口側から縫っていきます。はい。じゃあ両方がですね、縫い終えたところになります。そしたらもう一回アイロンかけていきます。はい。じゃあちょっと画面動かしてすいません。アイロン。アイロンなくってコロコロオープナーでも大丈夫ですからね。でも今日はアイロン使った方が効率はいいかもしれない。シーチングだから綺麗に、ね、仕上がっていきます。折り目とかもね、綺麗に仕上がっていきますので。アイロン必ず中央にしておいてください。で、余分な糸はカットしておきます。はい、そうしたら、一回これを裏にしていきます。で、裏にしたら、今縫ったところを持ち上げたいので、少しだけちょっとずらすんですよ。こんな感じで。ずらしたら、アイロンでこの花柄の方が持ち上がるように、アイロンでしっかりと折り目をつけていきます。折り目っていうのかな、縫い代を倒していきます。こんな感じで。ちゃんとしっかり倒して、癖をつけておくような感じですね。はい、で、それを反対側も同じようにします。はい。で、そうしたら、こうやって癖がついたところで、このままパタンとして、この縫い合わせのところ、こっちか。縫い合わせのところでしっかりと折って、もう一度アイロンかけます。こうやってやると、この縫い目のところがきれいに広がっていくんですよ。なので、ちょっと二度手間なんですけど、一度にこうやってやるよりはきれいに仕上がると思います。はい。で、こういうふうに仕上がっていくかな。はい。そしたら待ち針で留めていきます。今度はここの部分を、この部分ね、この部分を縫っていきますので、待ち針でちょっとしっかりとね、ずれないように3箇所ぐらいで留めていきましょう。
ず上から縫えるように意識してくださいね。多分そんなに縫いすれないと思うんだけど、この生地は。はい。そうしたら今度は1センチでこう縫っていきます。で、1センチで縫うときに、この今最初に縫ったこの縫い代が見えてこないようにちょっと意識してくださいね。8ミリぐらいなので、大丈夫だとは思うんですけど。はい。そしたらですね、ちょっともう一回インスタの方、カメラを動かしますね。そしたらここにね、マスキングテープを貼っておくんですよ。マスキングテープとか何でもいいんですけど、自分が目印になるガイドラインっていうの、ガイドの線を作っておくような感じですね。で少し長めにやっておくといいかなと思います。距離も長いので。それをこのミシンの張り基板っていうのがあるんですけど、この10のところからこうやって貼っておきます。ちょっと YouTube の方もどっちがいいんだろうね。こうやってやってると見やすいかな。こんな感じでどうですか？こんな風にして合わせたら、マスキングテープ、インスタの人しか見えないかもしれないけど、端を合わせて縫っていくような感じになります。ミシンの針が真ん中に来てないと、この針基板に合わせても1センチにならないので気をつけてください。はい、そしたら押さえて下げて、返し縫いから、はい、縫っていきます。縫い目の長さ 3.0 に変わってますけれども、3.0、2.8 くらいね、変わってます。結構この生地縫いやすいと思いますけど、いかがです？さらっとしててね、縫いやすい生地ですよね。で、最後も返し縫いをします。はい。そしたら反対も同じようにして縫いましょう。で、今度は反対側ですね。このタブがありますので、タブのところしっかり返し縫いしてください。今度はしっかり返し縫いをします。これもしかしてあれかな。ちょっと待った。タブ、ちょっと待った。今、2本目のタブの方、一回止めてください。タブがね、すごく短くなっちゃったんで、これも、この間も失敗したやつだ。タブがね、消えてっちゃうんですよ。なので、すいません。タブの方を縫ってる方は、一回ちょっと止めていただいて、タブ、ダメだ、これ。タブは、縫い込むとアウトなんですよ。すいません。ちょっと気をつけてなかった、ここの部分。ちょっとタブの方だけ縫わないように止めてください。ダメだね。今日本当失敗だらけだわ。タブを縫ってしまうと、今みたいに縫うと、こんだけちょっと縫い付いちゃうような感じになるんですよ。中表で合わすときと同じような感じにしちゃうので、なので、ちょっと一回ですね、このタブをですね、さっきの縫ったところで一回ちょっとほどいてもらってもいいですか？すいません。ちょっとここをほどいて、もう少し端からずらさなきゃいけなかった。ぴったりじゃなくて。回収にしちゃってますよね、皆さん。大丈夫かな？なので、5ミリほど避けて、
止めるような感じになりました。ごめんなさいね。すいません。大丈夫です、皆さん。針の位置を変更すれば増してなくても、そうそうそう、針が動かせる方はそれができるんだけど、針が動かせる方ばかりではないので、一応ね、できないのを前提にやってます。はい。そうそうそう。だからできる人、私のこのミシンとかは針動かさなくても大丈夫。そうなの。すいませんね、大丈夫かな？タブ側。よし。じゃあこれで。今一回ほどいたんですけど、よいしょ。印があったところからこの5ミリちょっと避けて、縫い代避けてですね、こんな感じで避けて仮止めしていきましょう。すいません。申し訳ないです。ちょっと5ミリ避けとかないとね、柄のところに乗っかってきちゃうんだよね。これ練習の時も間違えちゃって、今回もまた間違えちゃった。これ何回やっても間違えちゃう。なんか袋縫いってあんまりやらないから余計ですよね。なんかインプットされて、脳がインプットされちゃってるから。はい。ということで、ちょっと避けた状態からスタートです。こんな風に、こんな風になります。ちょっとこの5ミリほど開けた状態で縫ってください。はい。そうしたら、もう今仮止めじゃなくてこの8ミリこの押さえに合わせて縫ってるので、そのまままた元の位置に戻していただいて、脇を縫う続きからやっていきます。はい。では返し目からスタートして。皆さん大丈夫でしょうか？どんまいありがとう。アッシュさんありがとう。もう私今顔見せらんないけど真っ青になってます。この私が。もうごめんなさい本当に。これね練習したんだけどね、練習したのに同じことやってる。もう初っ端から本当に申し訳ないです。ごめんなさいね。でタブのところ返し縫いします。はい。では下まで行きましょう。なんかもうすごい心臓がね今ねバクバクして止まらないんだけどじゃあもう大丈夫かなね。もうダメだねこんな部長、本当に申し訳ないです。はい。手が震えてきちゃった。怖い。はい。じゃあ両脇ね今縫い終えたところで、タブがじゃあどうなってるかを見ると、ひっくり返すとこんな感じで柄がちゃんと見えてきてると思います。こんな風に手芸部のねタグ、こっちこうやってやればいいのか。タグちゃんと見えてます。大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと黒いから間違えて縫うとちょっとボツボツってね出てきちゃうけどね、こんな感じで綺麗に見えてきます。はい。そうしたら今度底を縫っていくんですけど、そこに合い印を入れていきます。今裏側だからちょっとわかんないと思うんだけど、ちょっともう一回画面動かしますね。さっきの位置に戻します。はい。ちょっと戻して、で今度印付け間違えないでね、こっちのタブじゃない方、この底側になるところに印をつけていきます。
それがこのマチになる部分になりますね。で、もう一度表にします。これまた間違えるところだった。表にするんだ。全部外表なので、裏で始めちゃいけないんですよね。もうこれ以上間違えられないから気をつけないと。で、さっき、ここ結局、ほら、なんだっけ、切らなくてもよかった場所はこういうふうにストライプでつながるからなんですね。はい。で、こうやって整えていただいて、ちょっともう一回ちょっと見本見ながらやろう。見本を見ながら。これも畳まれて。はい。それで、6センチ。はい、そうしたらですね、合い印を入れていきます。ちょっとここの辺ぼわってしてると思うので、一回待ち針でしっかりと止めて押さえておきます。両側ですね。両側をしっかりちょっと膨らんでこないように止めておきます。で、止めたら、今度はこの両側、この端のこの部分、この部分で合い印を入れていきます。合い印の位置が 6.5 センチになります。6.5 センチの印を入れていきましょう。この端っこからですね。端っこから 6.5 センチ。で、反対側も 6.5 センチです。はい、で 6.5 センチの印が入ったら5ミリほど切り込み入れましょう。はい、でこういうふうにこんな感じで5ミリの切り込みが入ったところです。そしたら待ち針を1回外して、この合い印に合わせて蛇腹に折っていきます。こういう感じで。この縫ったところが内側になるように、こういうふうに合わせます。今、切り込み入れた合い印同士が重なったところ、こういうふうになってます。こうか。こうやって、YouTube の方でずれちゃう。こんな感じです。W になります。でこれで待ち針止めましょう。はい。で反対も同じですね。今回はコンビニエコバッグなんで、マチちょっと広めにはしてるんですけど、6.5 センチだけど、この部分が含まれてますので、だいたいマチ11センチになるかなっていうふうな感じです。はい、で、こんなふうになったかなと思います。あれ、ちょっと待って。なんか、私のこの見本のやつより、マチが大きいな。なんでだろう。これちょっと待ってくださいね。8の1、11でしょ。11だから 6.5 なのかな。11でしょ。あれかな、切ったから少し変わったのかな。何かが、8、こんな感じの仕上がりになってきます。でもしですね、ここで皆さんがアレンジするとしたらですね、
このマチをもうちょっと小さくするとかってしたら、今、合い印つけた 6.5 とかっていうのを 5.5 とかっていうふうに1センチずつ減らしてみてください。で、こんな風な仕上がりをイメージしていきます。はい。そしたら、今、印つけたところで縫っていきます。このままいきましょう。これ端か。ちょっと見え方がね、違うのが気になるんですけど、何があれなんだろう。こんな。やっぱりあれだね。最初にカットしてるから少し変わっちゃうのかな。ちょっとだけ。マッチがですね、少し、私ちょっと広く取りすぎちゃったみたいなんで、すいません。マッチのサイズが、もう一回変わります。また、今 6.5 って言ってたのが 5.5 でしたね。ごめんなさい。1センチ、小さくなるから、細かい印をちょっと付け直していただいて、1センチ横にずれます。ちょっとあまりにもね、小さすぎちゃって、切り間違えてるのに小さすぎちゃうので、この 5.5 って、今 6.5 って言ってたのを 5.5 センチでもう一度、安心しちゃいます。安心しちゃダメなんです。ダメで、こんなんかも、6.5 じゃなくて、何センチって言ったんだっけ ?5.5 か。5.5 センチで印をつけましょう。5.5 センチ。ダメだね、本当。やっぱりライブ配信ってリスクがある。怖い。ごめんなさい。それでもう一回合い印入れてください。5.5 センチです。で、5.5 センチで印を入れたら、さっきみたいにこの W を作っていく。この内側に入れて、作っていきましょう。あんまりなんか、ちっちゃくなっちゃうと、持ち手とのバランスがおかしくなっちゃうんで、あんまり強行できないなと思ってね。はい。マッチのサイズはいいんですけど、でもなんかピザとかお寿司とか買うときとか、お弁当の幅に合わせて今のマッチを決めるといいですよ。なんか使うときに合わせてサイズは決められるので、今回はちょっと見本の仕上がりがあるので、それに合わせてちゃんとしっかり仕上げていきます。ストライプの柄とかもあるからね、ちょっとそこが変わっちゃうとまずい。こっちじゃなくて、5.5。ここですね。はい。じゃあこんな感じになったと思います。そしたらさっきと同じようにミシンの押さえの端を使って縫っていきます。やばいね、ちょっと2時間で終わんなくなってきちゃいそうな気がする。ちょっと、巻いてきます。はい。では、さっきと同じですね。1センチ先に針を下ろして、返し縫いからスタートします。で、この重なりのところ、必ず返し縫いを入れてください。これそうか、ライブ配信をちょっと遅れがちで見てる時もあるからね、私の失敗が繰り返しになってる時があるので、時々ハートマークをくださりありがとうございます。はい、じゃあ今縫い終えたところで、こうやってなんかヒヨヒヨ出てる糸をきれいにカットして揃えておきます。はい、でちょっとまたインスタの方、向き変わります。ちょっとインスタアーカイブが残らない可能性が高いので、しっかり見といていただけたらと思います。
残んなかったらごめんなさいね、本当。YouTube 見ていただくしかないんですけど。はい。で、今、こうやって縫って、こうひよひよ出てきちゃうので、それを切り揃えて、余分な糸とか必ずここで揃えておいてくださいね。これが後から出てきちゃうので、それだけちょっと心配。はい。そしたらまた裏にしていきましょう。で、裏にするとこうやってなってきちゃうと思うんですが、片側にこうやってストライプ側にマチを倒していきましょう。こんな感じですね。畳マチの状態になっていきます。で、角もしっかりと出して、目打ちとか使ってですね、角しっかり出していきましょう。はい。で、ここはアイロンやらなくて大丈夫です。もう距離が短いので、この部分ですね、しっかりと指の腹とか使ってパタンと倒したら、待ち針を止めていきましょう。で、これでまたさっきと同じように1センチで縫っていきます。先進んでいる方はもう間違いはないので大丈夫です。安心して縫ってください。はい。そしたら縫います。じゃあ最後ですね、本体の方も縫っていきます。で、返し縫いから縫い始めていきます。で、この重なりのところは必ず返し縫い入れましょう。ちょっと縫い代でね、押さえがちょっと曲がってきちゃうんですけど、しっかり指で押さえながらずれないように縫っていきます。返しにして、なんか日が暮れてきたかも。ちょっとなんか西日を感じます今。オレンジになってくるね。日が短くなったか。はい、じゃあこれで本体縫い終えたところですね。あとはもう組み立てていくだけなので一気にいきましょう。はい、どうです？できました？この後上なのでまたアイロンかけていきます。音うるさくてごめんなさいね。落としちゃった。はい。じゃあアイロンかけていきます。で、今度やっていくのがですね、この部分の三つ折りの状態になります。で、三つ折りをですね、1センチ ?1.2 になってるのかな。1センチの三つ折りにしているようなんですけど、1.5、2.5か。2.5センチ。細かく言うと1.25になるんですけど、まずですね、これを2つ折りに、さっきみたいに2つ折りにアイロンでしていきます。なので、アイロン定規使っていきますね。1センチよりはちょっと太めに入れ口を揃えていきます。その前に中央の合い印だけ入れておこうかな。この上の部分ですね、2つ折りに今こうやってパターンってなってますよね。それをもう一回こう2つ折りにして両脇を合わせて、この輪になった部分に中央の合い印を入れていきます。斜めにカットして2枚同時にカットすると、こういうふうにね、V の合い印がついてきます。でこれだけ入れておきましょう。そうしたらアイロンで、アイロン定規のこの 2.5 というところに合わせてアイロンで折り目つけていきます。コロコロオープナーでも大丈夫ですけど、
ちょっと脇の縫い代のところがね、やりにくくなるかと思います。こういう風にして、さっきの持ち手の時と同じようにしてアイロンかけていきましょう。最初にやっといてもよかったんだけどね。考えてみたら。まあいいか。後には戻れませんから。なんか編集とかするときは、だいたい同じ作業を先に全部まとめてね、編集してますけど、だいたいいつもリアルにやるときはこうやって途中で入れてやったりして、後からこっちを先にやればよかったなんてことありますけどね。まあいいや。やっぱりライブ緊張するわ。あんまり心臓に良くないかも。でも年に3回とかって思えば頑張れるかな。慣れていくしかないのかな。もしかしたら。ね。はい。でもなんかメンバーの方が結構見てくださってるので、ありがたいです。本当に。励みになります。で、こうやって、今ね、2.5 のところですね。アイロンで折り目をしっかりとつけたところで、持ち手の時と同じように、1回広げて、この折り目に合わせて布の端を2つ折りにして合わせていきます。で、その時にですね、今ここのところ、重なりが強いところがあるんですけれども、ここをですね、こういう感じでやると全部の縫い代が重なっていっちゃうので、ここを合わせて変えていきます。これね、どっちがいいかな。こうしてこう。一回ここで切ってみるか。この2つ折りになるところですね。こういう感じに合わせます。こうやって。どっちかは二重にこうやってなってっちゃうので、こっちで切るかこっちで切るか、皆さん切りやすい方でやってみてください。で、2つ折りにしていきます。これしっかり折り目つけておくと、あと縫いやすいので、アイロンでやるといいですよ。見てるだけの方もいらっしゃるんですね。ありがとうございます。それは、あれですよね。そうですよね。すいません。もう恥さらしみたいな感じになっちゃってるけど、とっても恥ずかしい、本当に。でもね、しょうがないね。そういうこともあります。はい。で、しっかりと折り目つけて、三つ折りにします。三つ折りのね、折り目、ちゃんとつけておくといいですよ。これで後々すごくやりやすくなる。そして今切ったところですね。これを切ったところをこうやって交互に倒して、こういう感じになっていきますからね。こういうふうにね。はい。そうしたらですね、持ち手を使って、持ち手を仮止めしていきます。で、持ち手のところもですね、中央の合い印を全部入れていきます。2つ折りにして、2つ折りにしたら V を作ります。これ全部4箇所入れておきましょう。もうなんか絶対2時間じゃ終わんないね。あと5分で終わるのはちょっと無理かも。インスタの方ごめんなさいね。もしかしたらアーカイブが残らない。
はい、じゃあ、こんな感じで止まったらですね、持ち手をつけていきます。持ち手の付け方は中表で大丈夫。こういう風に仕上がっていきますので、ちょっと時間大丈夫ですかね、皆さん。変わっていっちゃうけど。待って。中央の矢印は別に入れなくて大丈夫だったのか。中央の矢印はなくても大丈夫で、脇をこうやって合わせるような感じでした。すいません。なんか本当に多いね、今日、ミスが。で、縫い代のここのとこですね。このところを合わせていきます。ピタッと真ん中で合わせちゃいますので、ここでまず1回ピタッと合わせます。ピタッとこの縫い合わせで合わせて待ち針で留めます。合い印ね、ごめんなさいね、必要なかったかも。これは。で、反対側をこういうふうにくるっと回して、ここでまた合わせていきます。で、反対も同じようにして合わせましょう。で、止めるときはですね、ちょっとこの縫い代をちょっと避けながらやるといいかもしれない。縫うときはね、縫い込んでっちゃうんですけどね。で、反対も合わせましょう。はい、じゃあこんな感じになったらですね、今この片側こう切ってあるんですけれども、1センチで切ってあるところ、これをね、交互にする。どっちだっけ？違う。花柄が前なので、前の方に倒しておくか。で、この縫い代は多分交互にすると、花柄の方がふっくらするような感じになる。ちょっとここでやっちゃうとあれかな。こっちの折り目の最初の 2.5 センチのところで切りましょうかね。そっちの方がやりやすいかもしれない。このところで切ってやった方がちょっと見やすいので、この方法にします。2.5 センチで折り目をつけたところと同じ位置で切り込みを今こっちにね入れたところです。こんな感じで合わせて、こうやって留めた方がちょっと分かりやすいのでこうします。持ち手がこんな風に止まってます。そしたら持ち手を今縫っていきますね。この辺ね、持ち手縫っていきます。で、持ち手は1センチで縫います。ちょっと変わります。日差どうだろうね。残るかな。はい、そろそろ2時間になる。ライブが。はい、では、持ち手縫います。1センチ先に針下ろして、返し縫いからスタートしましょう。で、中央のところですね。中央のところは返し縫いをしっかり入れて、ほどけてこないようにします。ここがね、あんまり間開かないようにするといいですよ。綺麗に仕上がってきます。ちょっとインスタの方見えにくいか。こうやってやれば。
スタです。2時間以上私多分やったことがないので、ちょっと未知ですけど、途中で切れたらごめんなさいね。本当わかんない、どうなるのか。はい、そしたら反対側も同じようにして縫いましょう。すごいね。今169人の方、ずっと見てくださってありがとうございます。もうなんか本当、こんな多くの方に見ていただいて、非常に緊張します。はい、よかったらグッドボタンを押していただけるとさらに励みになります。早く縫えって感じですよね。早く縫います。はい、じゃあ今こんな感じで縫えたところですね。縫い仕上がった感じがこうなります。はい、そしたら表にして、この三つ折りで今折ったアイロンのところですね。こう留めていくのと、あとそうだ、ループをつけていきましょう。ループはですね、この輪っかになる部分と紐になる部分があるんですけど、この輪っかの部分ね、ちょっと今回これ長いなと思ったんで、少し短くしたいんですけど、多分8センチとかで作ってた、10センチか。これね、9センチにしたいです。なので、9センチでカットしてみてください。この、ひらひらしてる、この何も閉じてないところから、端から9センチですよ。この閉じてるところを切っちゃったらね、もったいない。ループの方になっちゃうので、これを9センチでカットしていきます。はい。で、9センチでカットしたら、ストライプの方に、この長い方をつけていきます。今カットした方を中央の合い印さっきつけましたよね。ここに合わせて待ち針で留めましょう。で、反対はこのループ、この短く今切った方を合わせていきます。この縫い目が内側になるようにして留めてください。これさすがにあれかな、ライブアーカイブを同時進行しながら縫う人はいないか。ちょっとタイトルに注意を書いとかないといけないね。間違い多々とか恥ずかしい。じゃあこういう風に止まったところ、さっきの持ち手と同じように1センチで縫いましょう。あともうちょっとですからね、皆さん。もうちょっと頑張りましょう。はい。では、返し縫い。返し縫いして、返し縫いちゃんと入れてくださいね。ずれちゃうからね。仮止めは返し縫いをするのが一番です。仮止めだけどね。はい。はい、そしたらいちいちね、細かくて申し訳ないんですけど、この余分な糸を必ずカットしておきます。この時点でね。巻き込んでいっちゃいますから。もう糸は、余分な糸があるとね、後からピヨって出てきた時に手で切りたくなっちゃうじゃないですか。そうすると糸が連れてっちゃうので、ちょっとなんか仕上がりに響いてきそう。はい、じゃあ仮止め全部終わったところで、最初のこのアイロンつけた折り目で三つ折りにしていきます。このままパタンと倒して、パタンと倒します。で、その時にこの縫い代のところが交互になるように合わせていきます。この最初の 2.5 のところで折った場合は、この縫い代が交互になるように反対側に倒して閉じてください。
そうすると厚みが均等になっていきます。で、これもですね、立ち目かがり押さえを使っていきますので、あれ使うよね。使っていきますので、それに合わせてた方向で待ち針を止めていきます。あともうちょいですよ、皆さん。ちょっと、私なんか無駄があったかな、やっぱり。多分あれだね、地直しを先にやっておけばよかったんだね、きっと。今度はあれだね、裁断からやらないで、裁断済みからやっていきましょうね。なんか失敗しちゃったらちょっと、本当に良くない。そしたら多分時間内に終わる。だから、今度、手芸部の方には裁断図を先に作っておきましょう。で、手元ね、見たいですよね。ちょっと待ってね。どうやってやれば見えるかな。インスタの方では比較的手元が見やすくなってると思うんですけど、こんな感じです。どうしようか。分かった。じゃあちょっと一回表にすれば見やすくなるかな。生地を表にしちゃえば。これで、こうすれば見やすいですかね。こんな感じで。で、これも縫い代を交互に倒して、縫い代ね、交互に。こうやってなってるのを、こっちに倒れてたらこっちっていう感じで倒して、三つ折りにしていきます。で、この持ち手はしっかりとこう下げた状態で待ち針止めていってます。もうなんか暗くなってきた。ダメだ。ちょっと急がないと。こんな感じです。皆さん。こんな感じ。手元見たいよね。でもちょっと待って。これ、なんだっけ。よいしょ。もうちょっと上に上げればいいのかな。今更あれかもしれないけど、ちょっと待ってね。こんな感じでどうですか？そしたら、そうだからね、最初にカメラチェックをした方がいいなと思っていて、今度ね、やるとき。1回目なので、ちょっと今回テスト的なところもあるから、皆さんにいろいろアドバイスっていうか、ここがこうがいいっていうのがあれば、コメント後でもう一度ね、チャットの方を確認しますので、次回の、教訓になるように生かしていきたいと思いますので、どんどん遠慮なくコメントくださいね。出ないと分かんないから一方的になっちゃって。九州まだまだ明るい。まあそうだよね。九州は明るいんだよね。そうなの。はい。じゃあ、こんな感じで見えるかな。こういう風になります。そしたらですね、また立ち目かがり押さえを使って見ていきます。これまたちょっとパソコン位置変えますね。パソコンこれどうしようか。こっち側からやればもうちょっと見えるかな。こうやってやるか。この方が見やすいかもしれない。もしかしたら。そうしたらですね、立ち目かがり押さえを使うので、ちょっと生地置き方がちょっと変わっちゃいますけど、縫い始めをですね、この脇からにします。縫い始め、この脇から縫っていきます。あと2本なんでね、2本じゃないか。もうちょっとあるか。4本か。2周縫って、細かいところを2個縫って終わりです。はい。では、縫っていきますね。立ち目かがり押さえを使わない場合は、この部分、外したりとかしてやってみてください。
では、返し縫いしないで縫います。インスタの方はもうちょっと近づくか。このぐらい結構見えるよね。はい。では、縫っていきます。なんか、この方が見やすくない？だいぶ。ちょっと次回、これで、この向きでやってみますか。そしたらなんかアイロンの位置変えなくてよかったんだ。なんか真正面っていう先入観でやってしまいました。もうちょっとだからね、頑張りましょうね。で、仕上げになりますので、今度はこういう厚みが増すところ、返し縫い絶対しないでくださいね。返し縫いしちゃいけないのは何でかというと、縫い目が丸見えになるからです。美しく仕上げるために、縫い目が乱れないように目打ちをしっかりと使いながら、1回で縫っていきます。もう内側で縫ってありますからね。で、こういう細かいところになるとこで縫い込んじゃったりとかするので、縫い込まないように、しっかりこの指の腹で確認しながら縫いましょう。ループとかもあるからね。私がやりがちなんだけど、ちょっと気をつけながら縫っております。なんか予習しててもドキドキするね。緊張する。なんだろう、この緊張感。大人になってから緊張することが減ってるからいい機会なのかな。すごい緊張する。いい緊張感ですね。皆さんどうですか？出来上がってきてますでしょうか？ワクワクしてくれてるかな？私のなんか変な発言が多いから不安になっちゃうよね。よくないね。一緒になんかゴールできたらいいな。で、このループとかあると持ち上がっちゃうので、しっかり指の腹とか目打ち使ってずれないようにしながら進めましょう。そしたらね、縫い終わりのところに今来てるんですよ。ちょっと見えにくいかもしれないけど、そうすると縫い始め、返し縫いしてないので、最初の糸をこう根元からしっかり切ります。切ったら、この縫い終わりのところをですね、1センチほど重ねて縫います。そうするとね、返し縫いの代わりになります。返し縫いが2回になるよりは1回の方が綺麗なので、縫い目を重ねて、で、ここでもう一度返し縫いしておくという感じです。はい。はい。では、今ね、ここまで縫い終えたところで、今度上のところを縫っていきますので、持ち手を持ち上げていきます。持ち手を、ちょっとインスタの方上げます。持ち手を上に上げます。上に、こうやって。こんな風に持ち上げて、今度はね、この表目を見ながら縫いますので、生地を表にします。そしたら、持ち手をこういうふうに持ち上げます。こうやってね、持ち上げて、待ち針で留めて、表から待ち針留めていきましょう。これも立ち目かがり押さえを使っている場合は、この方向を意識しながら留めてください。で、ループはそのままです。持ち手だけを持ち上げてください。持ち手だけ。ぐっと。あともうちょいだからね。頑張りましょうね。今多分インスタの方が見やすいかもね。の裏目もきれいにしっかりと打ち上げていかないと。よし。
本当は手元でやらずに平らに置いてやりたかったけど、大丈夫か。よし。この2時間半コースですね、このやるのだとね。リアルワークショップだったらもうちょっと早いかもしれないけど、一からやると。はい。では、こんな感じで止まったところです。で、今表からやったので、裏もしっかり確認してください。裏はこういう風になっております。こんな風になってます。はい。そうしたら、際を仕上げ縫っていきますね。で、際を縫うときは、最初に1本目縫ったときと同じ脇から縫ってってくださいね。2本目は反対側からとかじゃなくて、同じように縫いましょう。はい、じゃあ際縫います。よいしょ。で、その時にこの持ち手が、ここがですね、こう広がっていかないように、こうしっかり揃えながらやるといいですよ。一回ね、揃えながらやっていきましょう。で、返し縫いしないで、また縫い始めていきます。縫えないかな？大丈夫かな？ここもね、返し縫いしないでそのまままっすぐ縫っていきますよ。ループは下げたままです。で、最後縫い込まないように気をつけてくださいね、ループとか。そしたらね、縫い始めのところ、5センチぐらい手前で針を止めます。で、縫い始めの糸を根元から切りましょう。で、縫い目重ねましょう。返し縫いします。はい、そうするとね、縫い終わりがこうやって綺麗になってきます。返し縫いを2回も3回もやらなくていいので、この方法を覚えておくといいですよ。はい、そしたら最後ですね。最後は、ちょっともう一回手元映るようにして、最後は、この持ち手が今、太いままなので、このまま2つ折りに内側に折っていってください。こんな感じで、内側に折ります。多分こうやってパタンってやれば、このままなっていくと思うんだけど、もうだいぶ形がね、見えてきたっていうか、形になってますけど、これを2つ折りにして、はい。で、2つ折りにして、こうギュギュッとやったら、ここの山っていうの、一番
この中央になるところですね。このギュッギュッってなったところの上が持ち手の一番上のところなので、ここしっかりちょっと折り目をつけて、待ち針で留めます。反対側も同じようにして、ギュッギュッとやって、で、待ち針で留めます。はい、こんな感じで待ち針止まったら、この厚みがあるところから縫うのはちょっと大変なので、厚みのないところから縫っていきます。これしっかりちょっと揃えた方がいいね。はい、じゃあそしたら最後縫いましょう。はい、そしたら同じで、押さえはね、また中央っていうか、この直線縫い用に戻しておきます。最後ですよ。あと2本で終わりです。はい。折ったね、線のところを縫っていきます。だんだん線が見えにくくなってくる時間ですね。では、返し縫いします。では、前に進んで、縫い終わりも返し縫いをします。ここしっかり返し縫いしておいてくださいね。手で一番力が加わる部分。では、反対側も縫いましょう。いいよ。あれ、見えてたかな ?YouTube の方。このぐらいが限界なのかもしれないけどね。はい。じゃあ、これで完成ですよ。よかった。終わった。じゃあ、余分な糸をカットしておきましょう。明かりを消して、余分な糸ね、カットして、はい。じゃあ、ちょっとカメラ動かします。なんかいろいろ粗相がありましたけれども。皆さんどうですか？完成しました？どうだろう？ちょっと待って。これもう一回、インスタもちょっとあります。インスタはね、もしかしたら切れちゃうかもしれないけど、はい。こんな感じで、皆さんどうですか？出来上がりました？なんかいろいろありましたけど、できましたよ。本当の1枚の生地からエコバッグ。ね、こんな短時間でできちゃったし、なんか説明しながらだから、どうしてもね、時間かかっちゃうんですけど、あと、これ切らなくてもいいところね、切っちゃったから、ちょっと余分に工程一つ増えちゃいましたけど、なんか、例えば、今みたいなやり方にすると、前後で違う生地、例えば、後ろ面を無地にして、こっちを花柄にするとかっていうやり方もできるので、つながって1枚の布で簡単に作るときは、切らずにやったりとかもすることできるし、ね、こういうふうに切ってやる方法も覚えていただけたらと思います。こんな感じ。はい、お疲れ様でした。いかがでしょうか？可愛くないですか？皆さんできました？できました？できた。よかった。トキさん、ありがとうございます。できました。よかった。一緒にね、失敗もありましたけど、すいません。でもなんか一緒にできる楽しみが分かち合えていたら嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。できました。もう嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。なので、このね、ライブのペースで間に合う方は一緒に
やっていただいて、ちょっとね、難しいなっていう場合は、アーカイブゆっくり見ながらご覧いただけたらと思います。あと今回の反省点も踏まえてですね、ちょっといろいろ反省本当にありました。皆様本当に申し訳ございません。失敗も多くてですね、ちょっとサムネ用にちょっとずらしていいですか。こっちにやればテレビが映んないと思うんで、ちょっとね、こうやってやるとテレビが映んなくなるね。サムネ用です。すいません。ちょっと木が大きいか。楽しかった。よかった。本当によかった。ありがとうございます。楽しいって言ってもらえるとね、すごく私も励みになります。本当にね。ありがとうございます。じゃあこんな感じで今日は終わりにしたいと思います。もし何かございましたらチャットの方を残していただけたらと思います。でインスタはですね、ちょっとどうなるのかなって感じなので、この後ちょっと YouTube のライブの方もあと少しだけ私コメントを読み上げたいので読みたいなと思うんですけど、インスタはちょっとライブが残るか不安なので、一回インスタライブの方だけ終わりにさせていただきたいと思います。インスタライブご視聴の皆様ありがとうございました。ちょっと一回インスタの方は切らせていただきます。お疲れ様でした。これどうできるかな。でもシェアってなってるから、一回はちょっと怖いけどシェアをするようにするかな。はい、じゃあ YouTube ご覧の皆様ありがとうございました。本当に失敗多くて申し訳ございませんでした。本当に申し訳ございません。もうね、本当に申し訳ないです。なんかまず祭壇のところからですね、やらなくてもいい作業が増えてしまったがために、結局ね、でも2時間半くらいかな、ゆっくりあったかなとは思うんですけれども、ライブ参加できてよかった。ありがとうございます。ちょっとインスタの方だけ怖いので、先にシェアだけさせてもらっていいですか。ちょっとこんな感じでやってた。ちょっとシェアができるのかどうなのかな。でもなんかできそう。ちょっとね、このね、インスタで怖いのは、このカバーをね、ここで見えるかな。この中で決めなきゃいけないから、ちょっとそれがね、ドキドキ。ちょっといいアングル取れればいいんだけど、何も物が映ってないとさ、何やってるかわかんないもんね。ちょっとまた変な電話かかってきた。なんか最近0800って多くないですか？私結構調べるんだけど、なんか5回ぐらいで切れるの、大体。何回も迷惑メールにしてるのに。これでいいか。これにしよう。何始めんのっていう感じの、これにして、とりあえず怖いから1回シェアだけしておきます。できるかわかんないけどね。残ればいいですね。で、ちょっとチャットだけちょっと見させてもらってもいいですか？持ち手のところで遅れてしまいました。ありがとうございます。持ち手を縫うところが見えなかったので、後で見て完成です。持ち手か。持ち手って縫うところ、一番最後の仕上げかな。それともここのところかな。なんか最後にこの右側にちょっと振った映像の方が見やすいような気がします。左側、こっちから見るのより、こっちから、こっち側から見る方が。ね、インスタ大丈夫でした、アーカイブ。だから、インスタももう一回ちょっと確認されるといいかもしれない。そうするとね、ちょっと角度が違うところで見れるので、インスタのね、ライブの人数は非常に少なかったんですよ。30人か40人ぐらい。マックスで40ぐらいだったので、多分ほとんどの方が YouTube ご覧になってるかなと思うので、行ったね。なんか大丈夫だった。よかった。なんかもうすごい恥ずかしい。自分が出てる映像が入ってる。もうしょうがないね。持ち手置いていかれごめんなさいね。ループ何センチの輪でした？ループはね、9センチにしました。これね、10センチにしたんですけど、ちょっと大きいかなと思って。なんかこの辺はね、ちょっと調整されてもいいかもしれない。長いかな。でもほんのちょっとですね、1センチしかでも変わらないのに、こんなに違うんだよね。なんかほんのちょっとの差なんですけど、でも少し長くなってもゆとりがあっていいかなと思います。ありがとうございます。大丈夫だな。そんなに皆さん真剣に聞いててくださったようで、コメントをチャットは少し少なめで、もうグッドボタンもありがとうございます。
皆様、いらっしゃったらグッドボタン押してください。ありがとうございます。えーっと、で、YouTube は反転してませんよってなってるんですけど、今ちょっとご覧になってどうですか？これ今上げてるの左手なんだけど、どうなんだろう、私もう一回ちょっと後で見直そうと思うんだけど、文字はね、反転してないみたいですけどね。大丈夫かな。素敵にハンドメイドに縫っていた素敵なリュックも教えて。でもね、この雅子さんもいらっしゃるかわからないですけど、動画は一応紹介してるので、制作風景ね、やってます。この図で裁断しましたが分かりやすかったです。っていうトキさんはやっぱり赤い線でカットされてるのかな。多分ね、いろいろ漏れがありますね。はい。切っちゃいますよね。切っちゃいますね。ワンピースめっちゃ可愛い。ありがとうございます。これ楽天です。楽天ルームに載せてると思います。可愛いでしょこれ。これ可愛いのは、ここのテレビショッピングみたい。ここのところがゴムなの。まあ、リブが可愛いなと思ったけど、なんかこう、作業するときにこうやってできるのよくないですか？すぐめくっちゃうからさ、私。これ可愛いと思って。ちょっと今日は白じゃないのにしてみた。なんか後ろが白いからかぶっちゃうかなと思って。なんか制服みたいにしようかな。毎回グレーの服着てる人にしようかな。あとはお答えしたかな、大丈夫かな。皆さんね、手芸部の皆様、本当に申し訳ないんですけど、今回、最初にもお話ししたんですけど、振り込みの期日とかが書かれてなかったので、やっぱりいつまでに振り込めばキットが届くんだろうっていうのがちょっと分かりにくかったみたいですよね。で、ちょっとシステムが変わった直後だったので、どうしてもなんか、まだMC さんの方でも、その体制がまだ少し整ってないのかもわかんないですけどね。あと私がね、いなかったんですよ。不在中だったので、で、不在中にいろいろ進んじゃってて、で、この記事って前回もティッシュポーチやったから2回目じゃないですか。だから MC さんのところにはもうすでにきっとできる準備がもう布があったので、すぐにできるような感じだったので、そういうのと、あと私のスケジュールもあって、少しそこが変わりました。なのでね、本当申し訳ない。私多分口紅塗ってないかもね、今日。顔色悪い人になってる。この全公開なのに。えーっと、先生のお仕事、リアルタイムで見られるなんて超嬉しいです。私は見てるだけなんですが。アッシュさん、すいませんね。もう、リアルタイムで恥をさらしてしまいました。申し訳ないです。大丈夫ですよ。私は手が遅いので、後でゆっくり作りますね。なので先生の手の動き見てます。ありがとうございます。そう、手元ね。もうちょっと手元ね、本当はメンバー様にですね、事前にちょっとテスト配信をしようと思ってたんですけど、もう天気も悪かったのと、もう全然ちょっと忙しくなっちゃって、なかなかその時間が取れなくて、本当に申し訳ないです。はい。ループの先のところが小さすぎてよくわからなかったので、機会があったら少し大きな布で解説していただけると嬉しい。ちょっとね、これね、リール動画作ろうかなとは思ってますね。うん。途中からの参加だったので、持ち手以外は縫えたので、アーカイブ見ながら仕上げます。ありがとうございます。楽しかったって言ってもらえて、本当に良かった。ありがとうございます。しかも皆さんまだご覧になってくださってる人数が全然減ってないんだけど、170名以上の方が。ありがとうございます。ループはどんな風に結ぶんですか？そうだよね。これやってなかったね。ループはね、これがこの輪っかのところ、大体なんかコンビニで買うと、私はですよ、私は結構満杯に、これで近所にね、セブンになるんで買いに行くんですけど、結構上まで行くから縛ることないんだけど、ちょっと見せたくないなっていう時のために作ってるループで、これをこの輪っかのところに通して、ここでこうなんかちょっと肩結びみたいな感じで、こうやってやるような感じです。そうすると入れ口がこうやって止まるような。なんかもうだいぶ前なんですけど、3年くらい前かな、コロナになってからかな、エコバッグの作り方で、トートバッグ、1枚布で作るトートバッグっていうのも紹介してて、それがこの作り方になってますんで、それもちょっと同じような感じで作れます。はい。
いつも一人でちまちま縫ってるので、失敗した時落ち込むのですが、たくさんの人が一緒に縫っていると思うと楽しかったです。あ、そうだよね。いや、私も落ち込みますよ。私も結構今日落ち込む。実は結構落ち込んだ。チャコールグレー。あ、これチャコールグレーです。これいい色でしょ？私がこういう色選ぶのも珍しいんだけど、あとはなんかなんだっけ、えっと、茶色のとかも、なんか島村とかで見つけたりとかするんだけど、こういうなんだろう、襟がないやつ、ノーカラーのやつ。で、この部分ね、こうやってめくるとボタンになってるんですよ。これがおしゃれで、で、ここがこうなってるから、お腹ぽっこりとかも目立たないし、で、ロングだからめっちゃ可愛い。これでちょっとサムネとかで、この辺からこの下みたいな感じで映すと思います、これから。ああ、そう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 。でもこれライブだから残っちゃうんだよね。なんか私のこの変なトーク。うん、見る人いないよね。でも多分3時間近くなるライブなんてさ、見ないと思う、そこまで。みんな飛ばしながら見るかな。ちょっと目次つけようかなと思ってます、今回。長いので。で、間違えたところも、皆さんが失敗しないように目次つけます。はい。裁断図スクショしたのですが、いつものように載せてもらえると嬉しいです。はい、載せます。はい。コミュニティの方に載せようと思います。ちょっとそれ見ていただけたらと思います。投稿欄の方ですね。文字だけで載せて、今日この動画を上げましたっていうところに載せます。はい、6.5センチに印をつけて、間違い11センチ言われたとき、どうしてって思ったので、コメントすればよかったですね。あ、違うんですよ。6.5センチで11センチにはなるんですよ。なんでかっていうと、ここのところがもうすでに1センチなんです。これ縫い代で。で、縫い代だから、ここからここまでは11センチになるんですよ。それは正しいんだけど、だからここのマチの部分はちょっと小さくなってる感じになります。だからここ出来上がり、10センチになってるんじゃないかな。多分10センチぐらい。だからここを広げるっていうことをすることはできる。だからマチをもうちょっと、これ出来上がりはこういうふうになってるけど、もうちょっと広げたいと思ったら、もうさっきみたいに6.5センチのままでやっても大丈夫なんですよ。ここだけです。本当に変わるのは。だからお弁当サイズに合わせるんだったらさっきの6.5センチのままでも大丈夫。何も起こらないです。失敗とかそういうことは起こらないんだけど、ちょっとこの最初に見せた見本と同じように仕上げるために直してるような感じだったんで、だからちょっと出来上がったの見れば分かると思いますよ。動くけどね、街もね、使っていけばね。うん。はい。ありがとうございました。ワンピース作ったのかと思って見てました。ね、作れればいいけど。でもね、今度、作りたいなとは思ってます。あ、そう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 、縫い代分があるんですよ。はい。じゃあ、そんな感じで大丈夫でしょうか？今日、こんな感じで。もうでも第1回だから皆様、よかったら多めに見てください。私も一応プロではあるんですけど、失敗もします。はい、もう失敗の方が多いです。失敗して皆様に伝えていることが全てなので、私が失敗したことが全て皆様に伝えられている技術になりますので、はい、失敗が多い人間です。はい、でも本当は巻き込んじゃいけないので大変反省しております。本当にね、笑ってるけど本当に反省してます。なので今度は万全になるように、はい、作品ね、考えていきます。今度記事変わりますからね。何の記事でやろうかな。来年の春ぐらいになるのかなと思いますけどね。だいぶ先ですね。半年かぐらい先になりますけど、はい、また一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい。若い時は痩せててウエスト58センチで体重45キロだったので、既製品合わなくて自分の服はほぼ自分で縫ってました。先生はご自身の縫われますか？たまに縫いますよ。でも私は結構ワンピースの方が多いかな。ワンピースかな。はい。で、今度スワニーさんでオリジナルのね、生地が発売になるので、それに合わせてちょっと洋服作り、ロックミシンもあるし、いいのに、ね、なったから、ちょっとやろうかなと思ってます。ちょっと時間がね、あるから。洋服になるとパーツが多いでしょ。これだけとかこれだけっていうパーツが多いからね、ちょっとそこが
それに合わせてやっていこうと思います。はい、じゃあ今日はありがとうございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回いつになるかなやりたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。これか。バイバイ。スワニーさんとのコラボ、お洋服なんですね。楽しみです。なんかね、洋服にできるような生地を作ってます。はい。あと、メンバー様には、全プレを企画するので、多分大丈夫だと思う。作った生地。全プレやるけど、作るの前提だからね。私の代わりにみんなが作って、宣伝してもらうっていう、ちょっとそんな感じで、皆様には、お裾分けを企画したいなと思いますので、告知をね、楽しみにしてていただけたらと思います。多分今月の末には、多分並ぶんじゃないかなって思います。はい。もう夢が叶いますので、山下公園店もね、閉店になるっていうことだったんで、私も山下公園店で店頭に並んでるのを見るのを楽しみに行こうと思います。はい。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした、皆様。バイバイ。